8192は弾けるのか。はい、ということでどこに需要があるのかわからない謎企画をやっていきたいと思いますが、ところで皆さんは8192分の1っていうゲームをご存知でしょうか。私も最近知ったんですが、どういうゲームかというとですね、青と緑の2つのゲートがあって、そのどちらかがランダムで当たりのゲートになっているんですね。当たりのゲートを引いたら次のステージへ、外れだったら最初に戻るっていう具合で、13回連続で当たりのゲートを選べたらクリアっていうゲームらしいです。2分の1を13回連続で当てなければいけないので8192なんですね。で、これがですね、最近 VTuber の方がゲーム実況していまして、ちょっと気になっちゃったんですよね。腕時計版8192分の1を何とかしてできないかなって3日3晩考えまして、そしてひねり出した答えがこれです。腕時計界を二分する究極の2択、13問連続で一致できるかということなんですけれども、最初にですね、この謎企画何をしようとしているかというとですね、腕時計に関する2択を13問用意してまして、イメージ的にはハンター試験でいうところの悪党に捕まった母親と恋人どっちを助けるかみたいなもんですね。それを皆さんと一緒に答えまくって、全て答え終わった時に13問全て私と同じ答えにたどり着く視聴者の方がいるかどうかを検証する。もしいたら8192弾けたっていうことですよね。でけーって感じなんですけども、まあ単純な2分の1にはならないと思いますが、なるべく意見が割れそうな問題を考えてみました。ちなみにこの動画がどれくらい再生されるか分かりませんが、最近の我がチャンネルの動画はだいたい4000再生くらいしているので、同じくらい再生されるとすると8192を弾ける確率は 39% くらいですか。仮に8192回再生されたとしても約 63%、ちと厳しそうですが、どうなるか気になりますね。それからただ単に8192弾けるかってことだけじゃなくて、この質問を通して私の時計の好みをつまびらかにしようという自己紹介的な側面も併せ持つっていう神企画だと勝手に自負しております。時々コメントで私と時計の趣味が似てますって言ってもらえることがあるんですが、実際どのくらい近いかっていうのも楽しみながらやってもらえたら嬉しいです。ってことで早速やってみたいと思います。レッツゴー。では第1問ですね。最初のお題はこちら。腕時計はドレスウォッチ派かスポーツウォッチ派か。というわけでこういう2択を13個用意しましたって感じなんですけど、初手王道、もう王道の2択ですよね。これまさに今回の企画にぴったりな究極の2択の代表みたいなものだと思うんですが、皆さんはどっち派でしょうか。もちろんどっちも持ってるとかどっちも好きっていう方も多いと思いますが、どちらかというとこっちが好きっていう感じで選んでみてください。そろそろいいですかね。では行きましょうか。私はドレスウォッチ派かスポーツウォッチ派か。ドレスウォッチ派です。はい、これはそうなんですよね。ドレス好きでございます。一番最初の動画でも触れたんですが、クリント・イーストウッドさんがつけているランゲワン、ああいう雰囲気がめちゃくちゃ好きなんですよね。てなわけで私はドレスウォッチ派です。はい、じゃあ次2問目ですね。全部で13個もあるんでサクサクやっていこうと思います。2問目はこちら。ドレスウォッチはステンレス派かゴールド派かということなんですけれども、これはですね、要はドレスウォッチって言ってもいろいろありますけれども、ビジネス用のステンレスウォッチが好きか、あるいはパーティー用のゴールドウォッチが好きかって言い換えてもいいかもしれませんね。これもある意味実用性を重視するかどうかみたいなことも含まれたりしますね。はい、では発表したいと思います。私はステンレス派かゴールド派か。ゴールド派です。はい。いやー、これも結局さっきの話に通じるんですが、ランゲワンの雰囲気が好きで憧れるのでゴールドなんすよね。使いどころ限られてもいいからって感じですね。はい。では次3問目ですね。3問目はこちら。スポーツウォッチはラグスポ派か非ラグスポ派かということなんですけれども、ここ数年ラグスポブームが席巻しましたけれども、やっぱりラグスポいいよねっていう派なのか、それとも非ラグスポってことでゴリゴリのダイバーズウォッチとかパイロットウォッチとか、そういうラグスポ以外のスポーツウォッチが好きなのかってことですね。これは昨今のブーム的にラグスポ優位な気がしますが、どうでしょうかね。気になりますが、はい、では発表していきたいと思います。私はラグスポ派か非ラグスポ派か。ラグスポ派です。はい。やっぱりですね、ごついのよりもエレガント系統が好きなのでこっちなんすよね。
シンプルで薄いやつだとなおいいって感じでロイヤルオークとか好物ですね。はい。では次4問目ですね。4問目はこちら。外式時計は手巻き派か自動巻き派か。はい、来ました。これもだいぶ2つに分かれる系の問題だと思いますが、手巻きか自動巻きか。手巻きはシンプルでローターがない分シースルーバッグからの眺めがいいですし、何より自分で時計に命を吹き込む感があっていいですよね。自動巻きの方は利便性が高いっていうのがありますが、自動巻き機構一つとっても語れるところがあるっていうのも面白いですよね。はい、では発表していきたいと思います。私は手巻き派か自動巻き派か。手巻き派です。はい。シンプルなやつがいい。これなんすよね。自動巻きの方が圧倒的に便利ですけど、機械の見た目がいいのはやっぱり手巻きなので、手巻き好きなんですよね。はい。では次5問目ですね。ここからはちょっと趣を変えまして、ブランドを代表するモデルに関する2択を考えてみました。時計好きなら誰もが知っているモデルで、かつ迷う要素たっぷりめなのを選んでみたので、ぜひ悩んでみてください。では5問目はこちら。ロレックスのサブマリーナーはデート派かノンデート派かということなんですけど、日付があった方が便利っていうこともあれば、ない方がシンプルですし、時計が止まった時の煩わしさが少ないっていうこともあって、これも意見が分かれそうですよね。いや、サブマリーナー変えるならどっちでもいいみたいなことがあるかもしれませんが、まあそれは置いておいてってことでお願いします。はい、では発表していきたいと思います。私はデート派かノンデート派か。ノンデート派です。はい。これなんですけど、もちろんシンプルな方がいいっていうのはあるんですが、私がデート派になれない一番の理由っていうのがですね、サイクロップレンズが苦手なんですよね。このレンズ割と好き嫌いが分かれているっていうのを見ますけど、私はまあそういうことです。はい。では次6問目ですね。6問目はこちら。オメガの C マスターはダイバー派かアクアテラ派かということなんですけども、これもラグスポ派かどうかに近いかもしれませんが、ゴリゴリのダイバーズウォッチのダイバーか、ビジネスでもカジュアルでも幅広く使えるアクアテラか。同じ C マスターっていうラインで同じスポーツウォッチですけど、雰囲気が違ってそれぞれ良さがあるので、これまた好みが分かれそうですね。はい、では発表していきたいと思います。私はダイバー派かアクアテラ派か。ダイバー派です。はい。散々ここまでシンプルドレス好きと言っておきながら、ここに来て裏切りのダイバー来ましたね。いやー、これはですね、単純にダイバーの方がデザインが好きなんですよね。アクアテラも悪くはないんですけど、オメガっぽさっていう意味ではダイバーの方に軍配が上がるって感じですね。はい。では次7問目ですね。ここで折り返しですが、ここまでの6問すべて一致しているパターンが64分の1なんで、まだまだこれからですね。では7問目はこちら。カルティエの時計といえばタンク派かサントス派かということなんですけれども、どちらもカルティエを代表するというか高級時計を代表する歴史あるモデルですよね。角型ドレス代表のタンク、インフォーマル代表のサントスってことで、タイプはやや違いますが、どちらもカルティエらしい上品さがありますね。正直どっちもこのチャンネルで紹介していて好きなんですが、なのであえて選ぶならってことでやっていこうと思います。はい、では発表していきたいと思います。私はタンク派かサントス派か。タンク派です。はい。いやー、散々サントスをしといてそれかいみたいになっちゃってますが、すいません。これはですね、サントス持ってるから隣の芝生は青く見えるっていうバイアスがかかっているって思いますね。実際タンク欲しいって思っちゃってるので、その物欲が如実に出ちゃってますね。はい。では次8問目ですね。8問目はこちら。IWC のポルトギーゼは三振派かクロノグラフ派かっていうことなんですけれども、ポルトギーゼ今年新作でいろいろ出てきて話題になりましたね。そのポルトギーゼも三振とクロノグラフで人気を二分している感がありますが、迷いますよね。ポルトギーゼの元祖三振の方はほどほどのカジュアル感があってオンオフ使いやすいですし、クロノグラフの方はクラシックな雰囲気があって、クロノグラフなのにスポーティーすぎないところが非常にツボですね。別の動画で触れたことがあったと思いますが、どっちもデザインが良くて甲をつつけがたいんですよね。すごく爽やかな印象でおすすめでございます。はい、では発表していきたいと思います。私は三振派かクロノグラフ派か。クロノグラフ派です。はい。
そうなんですよね。三振の方をおすすめしたこともありましたが、結局クロノグラフに寝返ってしまうっていうことになってしまいまして、というのもやっぱりこういうクラシックなクロノグラフの選択肢がそんなになくて、その中でも上品さが漂いつつカジュアル感もあってっていう絶妙なところをついていて、結局こっちになっちゃうんですよね。クロノグラフの中でも結構好きな部類ですね。はい。では次9問目に行きましょうか。9問目はこちら。ジャガールクルトのレベルソはクラシック派かトリビュート派かということなんですけれども、定番的なクラシックか、それともドレッシーで華やかなトリビュートか、もうこれレベルソ買おうと思った時にまず迷うところですよね。クラシックかトリビュートか、それからモノフェイスかデュオかっていう選択肢が完全にこちらを迷わせに来てますよね。しかもカラー展開も増えてきて、ますます混迷を極めていますね。ファンとしてはこういうのは大歓迎なので嬉しいところではありますね。はい、では発表していきたいと思います。私はクラシック派かトリビュート派か。トリビュート派です。はい。いや、これも隣の芝生は青く見えるバイアスなんですけど、クラシックは使っているのでトリビュートいいなーってなっちゃうんですよね。ただクラシックの方が落ち着いているので、レベルソの渋い雰囲気とマッチしていて、これはこれでいいんですよ。だから普段使いならクラシックの方がいいまでありますね。むしろトリビュートはクラシックと比較するとパーティー向きのように思いますね。でも好きってな感じです。はい。では次10問目です。10問目はこちら。ブレゲのクラシックは業種派かエナメル派かということなんですけれども、実はですね、先日いただいたコメントでブレゲに触れているものがありまして、それでブレゲの公式サイト眺めていたら、ふとクラシックって業種かエナメルか迷うよなーなんて思っちゃいまして、それで今回の企画を思いついたんですよね。いわばこの動画作るのきっかけになった問題なんですけど、それだけにめちゃくちゃ迷いません？私、時計が好きになった時にまず憧れたのがブレゲのクラシックラインだったんですが、もうその時からどっちがいいのか迷ってるので、これは難問認定していいんじゃないかと思ってますね。とにもかくにも業種もエナメルもブレゲらしさが溢れていて、こう落ち着けがたいですね。はい、では発表していきたいと思います。私は業種派かエナメル派か。業種派です。はい。これはですね、元祖ブレゲの作品でナンバー5っていう懐中時計があるんですけど、あれが好きなんですよね。で、それ業種なんですよね。そのナンバー5をデザインソースにしている7137っていうのがクラシックラインにあってですね、好きなんですよね。はい。では次11問目なんですが、ここからはまたちょっと趣を変えまして、より究極の質問感を強めにしたものを考えてみました。では11問目はこちら。500万円あったら1本にぶっ込む派か何本か買う派かということなんですけれども、これですね、500万円じゃなくてもいいんですが、要は自由に使えるそれなりの大金があった場合、高額な時計1本買うか、あるいは分散させて何本か買うかっていうことですね。ちなみに500万円っていうのはキリがいいっていうのもあるんですが、パテックフィリップのエントリーが今500万円くらいなので、とりあえずこの値段にしてみました。500万円あれば運上のエントリーもいけますし、ブランドによっては複雑機構がついたものもいけちゃいますよね。複数買うってことであれば100万円の時計5本とかもいけますし、ここでは言い切れないほど本当にいろいろなパターン考えられますよね。ということで趣旨としてはこんな感じです。はい、では発表していきたいと思います。私は1本ぶっ込み派か分散買い派か。1本ぶっ込み派です。はい。これはですね、私の場合はすでにいくつか時計持っているので、新たに買うのであれば1本いいのがあればいいかなっていう感じですね。たくさん欲しいモデルはあるんですが、現実的に考えて維持が辛くなるので少数精鋭でいきたいですね。はい。では次12問目です。12問目はこちら。上がり時計はシンプル派か複雑派かということなんですけれども、これもですね、コメントが発端となっているんですが、先日上がり時計についてコメントいただきまして、それで X にもポストしたんですけど、上がり時計何がいいかなって妄想した時に、まずシンプルな時計にするのか、それとも複雑機構がついたものにするのか、そこからすごい悩みますよね。時計趣味の行き着くところはどこなのかって興味がつきませんが、最後の時計がシンプルなものだとしたら、なんかわびさびみたいなものを感じるんですけど、一方で複雑なものも当然憧れがあるので、それはそれで達成感と満足感がありそうですよね。
これは結構気になるところなので、いずれ動画にしたいと思っています。はい、では発表していきたいと思います。私はシンプル派か複雑派か。シンプル派です。はい。私の場合ですね、憧れの時計って何かなって考えたらですね、もちろんこれまでに触れてきたランゲ1も好きなんですけど、購入難易度をまるで無視するとパテックフィリップの2526とかフィリップ・デュフォーのシンプリシティあたりになるんですよね。シンプルなやつが好きなんですよね。今のシンプルな時計ってだいたいブランドのエントリーモデルっていうパターン多いじゃないですか。でも稀にめちゃくちゃ力の入った名作があったりするんですけど、そういうのが好きなんですよね。現行モデルだと何でしょうね、イメージに近いのはショパールの LUC1860 でしょうかね。あれも好きなんですよねってな感じです。はい。ではいよいよ最後ですね。ここまで一致している方はいらっしゃるんでしょうか。ちなみに2分の1の12連は4096分の1。この時点でもすごいですが、最後13連できる方は現れるのでしょうか。では行きますか、13問目。はい。それでは緊張の13問目はこちら。キノコの山派かタケノコの里派か。統計関係ねーいやー、最後に関係ない質問持ってくるってやつやりたかったんですよね。すいません。とにかくですね、最後なんでどっちか読まれにくそうなやつ持ってこようと思ってこれにしました。ちなみに世間的にはどうかというとですね、過去に明治が公式で総選挙を3回やっているみたいなんですが、2勝1敗でタケノコの里が勝ち越してるらしいですね。確かにイメージ的にはタケノコ派が多い感じがありますね。ってことで最後の発表していきたいと思います。私はキノコの山派かタケノコの里派か。キノコの山派です。はい。これはですね、私は割と食感がはっきりしているものが好きなんですけど、野菜でいうところのキュウリとかキャベツですね。なのでタケノコのしっとりとしたのがピンときていなくて、むしろキノコのガチガチ感が好きなんですよね。はい。ということでいかがだったでしょうか。ここまで13問連続で一致した8192分の1の方はいらっしゃるのでしょうか。冒頭でも言いましたが、この動画がどれくらい再生されるか分かりませんが、なかなか厳しそうですよね。もしいらっしゃったら私とすごく気が合いますね。そういう方がいてくれると私は嬉しいです。はい。てなわけで今回はこの辺で。それでは僕から以上。いやー、今回の企画なかなかの謎っぷりでしたね。もう思いつきでやってしまいましたが、時計を紹介するのがメインになっている時計 YouTube 界に一石を投じたのではないでしょうか。この動画を作っている段階では滑るだろうなって思いながらやっているので、今回の動画は完全に趣味なんですけれども、はい。それで実はこういう時計を絡めた企画をもう一つ考えてまして、ちょっと技術的な問題で作るのに時間がかかりそうなので、まだ公開できる段階にはまるでなっていないんですが、そっちの方もそのうち出していきたいですね。この動画がいくら滑ろうが何としても出すという強い心を持ってやっていきます。それでは。